皆さんごきげんよう、上川薫です。今回取り上げる話題は、前回に引き続き、韓国が歴史について改ざんや隠蔽などを行おうとしている話題について触れていこうと思います。ただし今回メインとなるのは日本との関係ではありません。今回、私が取り上げる話題というのは、韓国が隠したがっている歴史的事実、ベトナム戦争時における韓国軍による虐殺事件についてです。韓国は日本に対しては戦中そして戦前の話題について延々と繰り返し謝罪と賠償を要求し、中には1000年先まで日本は謝罪と賠償を続けるべきだといったようなかなり飛躍した話などもあちらの国の中においては世論に支持されているような状況があります。しかし一方で自分たちの行ってきたことに関しては基本的には全く無視しようとしています。今回はその話題について触れていきましょう。では一体どのような事件があり、現在どのような動きがあるのかニュースをどうぞ。韓国軍のベトナム戦争虐殺を調査した記者に激烈な脅迫。日本の戦争責任を追及し続ける韓国にとってのトゲと言えるのがベトナム戦争における韓国軍の戦争犯罪だ。果たして日本人だけが悪いと言えるのでしょうか。韓国人も過去ベトナム戦争で凄惨な行為をしていました。しかしその事実を韓国社会は未だに受け入れようとしないのです。ベトナム戦争における韓国軍の虐殺問題を現地調査した韓国人ジャーナリストのク・スジョン氏はこう述べた。1999年5月、週刊誌ハンギョレ21において彼女は調査結果を発表した。ベトナム戦争における韓国軍の犯罪を白日のもとにさらしたのだ。虐殺は分かっているだけで84件。被害者は9000人以上に上る。彼女の告発記事をきっかけにして、翌2000年4月のハンギョレ21に虐殺を行ったという元韓国軍人の証言が掲載された。さらに同時期、アメリカ紙ニューズウィークがベトナム戦争での韓国軍の虐殺問題を取り上げ、ク・スジョン氏の調査も同紙に紹介された。反応は激烈だった。2000年6月、同紙を発行するハンギョレ新聞社に韓国退役軍人ら2400人が集結。記事に対する抗議集会を開いたのだ。迷彩服に身を包んだ元軍人らが鉄パイプを振り回して社屋に乱入。パソコンや臨転機を次々に破壊し、書類や車に火を放ち、新聞社を機能停止に追い込んだ。威嚇行為はク・スジョン氏の周辺にも及んだ。ハンギョレ新聞が襲撃された日、母親からベトナムにいる私のもとに電話がありました。実家の前の通りの壁が一面真っ赤に塗られ、玄関先には3つのドラム缶が置かれた。中身は塩酸だったというのです。私はベトナムにいたので直接危害を受けることはありませんでした。ただ昼夜を問わず携帯に脅迫電話がかかってくるようになりました。日本の手先、共産主義者、売国奴、お前が女じゃなかったら大変なことになっていたぞという脅しもあった。実は記事を出す前から懸念する声はありました。韓国国内で日本軍の従軍ヤーフ問題が問題視され始めたのは1990年代。戦後50年近くが経過し、加害者も被害者もそれほど多くは生存していない時期になってからでした。ところがベトナム戦争は1999年当時、まだ戦後30年弱しか経っておらず、現役の軍幹部がいて、退役軍人もまだ50代でした。記事を出すには時期尚早だと言われていたのです。危惧された通りの強烈な反発によって、彼女の歴史を直視してほしいという願いは裏切られ、皮肉にもその後、韓国軍によるベトナム虐殺問題は韓国社会ではタブーとなってしまった。韓国国内ではこのベトナム戦争における韓国軍の虐殺行為といったものがタブーとなっているわけですが、しかしベトナムの方はそういうわけではありません。ベトナムが国家としてこの問題を取り上げているわけではないのですが、被害を受けた人たちの記憶からこの問題が取り去られたわけではありません。ベトナム戦争民間人虐殺被害者、韓国政府に対し初の国家賠償訴訟。ベトナム戦争での韓国軍による民間人虐殺の被害者が初めて韓国政府を相手に国家賠償訴訟を起こした。民主社会のための弁護士会のベトナム戦争民間人虐殺真相究明のための TF は21日、被害者のグエンさんに代わって民間人虐殺に対して責任がある大韓民国政府は3000万ウォンを支給せよとの
損害賠償請求訴訟をソウル中央地裁に起こした。この日、民弁がソウル中央地裁前で開いた記者会見にテレビ通話で参加したグエンさんは、民間人虐殺を韓国政府が認めることだけが被害者の苦痛を和らげることができる。私をはじめとする多くの被害者の名誉が回復されることを願うと述べた。1968年2月、当時8歳だったグエンさんは、ベトナムクアンナム省フォンニー村の自宅周辺で、韓国軍清流部隊第一大隊第一中隊所属の兵士たちの撃った銃で左脇腹を撃たれて重傷を負い、手術で命を取り留めて以来、今日まで後遺症に悩まされている。当時家族5人が命を失い、14歳の兄は大怪我をした。グエンさんは2018年4月、民弁と韓米平和財団が行ったベトナム戦争民間人虐殺真相究明のための市民平和法廷に原告として参加してもいる。この法廷、裁判長は元最高裁判事は、大韓民国は賠償金を支払い、原告の尊厳と名誉が回復できるよう公式に謝罪せよとの判決を下した。グエンさんは1年後に被害者102人と共に真相調査を要求する請願書を大統領府に提出してもいる。しかし、韓国軍の戦闘資料などでは、中越韓国軍による民間人虐殺に関する内容は確認されていないというのが韓国政府国防部の立場だ。しかし、グエンさんが主張するフォンニー村虐殺事件は、アメリカの中越米軍監察報告書に公式記録として残っている。当時の報告書には、第一中隊が捜索作戦を繰り広げた1968年2月12日、フォンニー事件で74人が殺害され、17人が負傷し、計91人に上る死傷者が出たと書かれている。ベトナム戦争当時、韓国軍による民間人虐殺は80カ所余りで発生し、9000人以上が犠牲になったと推定されている。今後の裁判で、韓国政府とグエンさんは、民間人虐殺の当事者が実際に韓国軍だったのか、事実関係を争うものとみられる。韓国国民ではなく、ベトナム人が韓国政府を相手に国家賠償訴訟を起こせるのかも争点だ。国家賠償訴訟は、国家の不法行為が発生した日から5年以内に起こさなければならないが、1975年のベトナム戦争が終わって45年が経過しており、時効も争点になる可能性がある。この記事の最後では時効について触れていますが、韓国側が日本に対して謝罪や賠償を求めている問題というのは、このベトナム戦争よりもはるかに前の問題です。それでは、ベトナムにおける韓国軍の虐殺事件、この事件についての信憑性についての話をしましょう。そのためには、アメリカの調査といったものについて検討する必要があります。例えば韓国は、日本が女性たちを何十万人も奴隷化したといった主張を行っています。この件についてはアメリカも調査を行っています。第二次世界大戦時、日本とアメリカは敵対国でした。そして血みどろの戦いを実際にしていました。ですからアメリカにとって日本というのは敵国であったわけで、その日本の悪行を暴こうとすれば、細部に至るまでその罪を言及するような立場です。しかしそのアメリカの調査によって、こうした韓国の主張というものがほとんど裏付けがないということがすでに証明済みです。一方でベトナム戦争時、アメリカとベトナムが戦争している中において韓国はアメリカの味方として参戦し、そして現地において部隊を展開しました。そのような状況下において韓国軍が虐殺をしているというのはアメリカが記録しているのです。このような事実を前提として考えてみましょう。韓国国防部はこのような事件が存在しているなど私たちは知らないと言ってごまかしをしているわけですが、あなたはこのような韓国の主張というものを信じられるでしょうか？味方として参戦した韓国に対して韓国軍の残虐行為といったものを記録したアメリカの主張というものを韓国そのものが否定しているのです。一体どちらの言葉の方が信頼性が高いでしょうか？私は前回の動画において韓国政府が自分たちの都合のいいように歴史の作り変えて子供たちに教育している話をしました。そしてそのことを前提として自分たちの作り上げた歴史から反する事実について主張するものについてはもはや罰するぞという法律を作ろうとしている、その段階にまで到達していることを伝えました。私がこのような話をしているのは憶測に基づいたものではありません。
歴史教科書をもはや改変しているというのは事実ですし、またこのような改変された歴史に基づいて自分たちに都合の悪い主張をする人たちに対して罰しようという動きが出ているのもこれまた事実です。そのことを示すように、このような流れの中で選挙の場においてはこうした反日教育を行うことが一つの公約として掲げている人物たちも当選しているのです。韓国政府が進めている親日称賛禁止法というのはあくまでも日本に対するものですが、そこで現れているのは自分たちにとって都合の良い歴史というものを子供たちに強要し、それ以外のものについては否定する、そして排除するための法律なのは明らかです。同様にベトナムに対しても同じようなことをこれから行うことは私には遠い未来のこととは思えません。皆さんはこの問題についてどのようなことを考えられたでしょうか。ぜひともコメントをしていってください。それでは最後に少しだけ余談をします。今回の話題は韓国を取り扱う動画についての話です。私は最近韓国について取り扱う動画において隠語を使わなくなりました。それはなぜでしょうか。それは私がメンバーシップ機能というものを導入し、メンバーの参加というものを求めたその結果です。私はメンバーを募集した際に一つの目的を話しました。それは広告が停止されるだろう問題についても、メンバーからの支援金があれば、それを糧にすることによって忖度のない動画が作れるのではないかということをお話ししました。実際メンバーの方が参加されることによって、1本2本たとえ広告が停止されても大丈夫だろうということが私は思えるようになりました。ですから韓国に対する動画に対しても広告が停止されてもいいかなという思いでそうした隠語を使わないようになったのです。ですから私が韓国についての動画を上げるときに再び隠語を使うようになったら、なるほど、動画が何本か広告停止食らったんだなというふうにそのした事情を察してくれると嬉しいです。それでは動画を最後までご覧いただきありがとうございました。チャンネル登録していない方はぜひともチャンネル登録を、そしてメンバーになってくれる方が増えると嬉しいのでぜひとも参加してくれると嬉しいです。それでは次の動画でまたお目にかかりましょう。またね。